はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。車好き、車市場マニアサラリーマンのタコーンです。このチャンネルでは車の見学、試乗、そして小話を紹介していますので、よろしければチャンネル登録もお願いいたします。はい、そして今回の話は車を買う時の値引きについてです。皆さん興味あるんじゃないですかね。私はめちゃくちゃ興味あります。自分の趣味、こだわったものを納得の価格で買う、これは最高だと思うんですよね。そしてこの車、特に輸入車については買う時の価格交渉、これが結構可能になっていまして、これまで私がいろいろ車を見て、そして買ってディーラー営業マンとの情報交換を通して分かってきた、そして実際に試してみたことについてご紹介していきたいと思います。そして初めに一番大事なことを言いますが、この価格交渉はミッションだと私は思っています。このミッションを成功させ、自分の欲しい車を納得の価格で手に入れる、これが一番大事だと思っていますので、例えば値引きはしなくてもいいやですとか、好きな車をゆっくり選んでいきたい、そういった方にはちょっと当てはまらないかと思いますが、いや納得の価格で必ず車を手に入れるぞ、それに興味があるという方はぜひ最後までご覧ください。ではこのミッションを達成させるためのポイントを紹介していきます。ポイントは6つあります。多いと思いますかね。でもこれは本気のミッションなので、この6つやり抜いていきたいと思います。1つ目のミッションです。1つ目は購入時期。そしてこの時期は12月です。これは決まりです。どういうことかというと、この12月、輸入車、特にドイツ系 BMW、アウディ、メルセデスについては本国の決算が12月なので、12月に車を買って台数登録するということで、最大の値引きを引き出すことができる最初のポイントになります。なのでこの12月にタイミングが合わないとか、ちょっと待てないとかっていうのがあるのであれば、それは甘いです。納得の価格で最大の交渉をするには、やはりこの12月というステージは外せないです。はい、ですのでお店には12月に乗り込みましょう。そして次のポイントは乗り込む前の準備になります。準備することというのは、もちろんどの車を狙っていくかですね。どの車が欲しいかですけれども、欲しい車種の欲しいグレードを決めていきますが、一番欲しいグレード、本命グレードと2番目に欲しいグレード、3番目に欲しいグレード、オプションを含めてですけれども、それをあらかじめ決めておきます。その理由については後ほど紹介しますが、あともう一つやっておくことがあります。それは皆さんやっていると思いますが、競合車種を調べておくことです。例えば BMW3 シリーズであれば、メルセデス・ベンツの C クラス、アウディの A4、レクサスの IS といった感じに競合してくる車種が必ずありますので、それをリストアップしておきます。そしてここで追加ポイントがあります。この競合を考えるときに、必ず最大のライバルというふうにメーカーが認識している車種、メーカーを入れることがポイントになります。例えば BMW であればメルセデス・ベンツのようになります。ここで単に自分が他にも欲しい車があるのでということで、例えば、BMW の3シリーズを検討しているときに、国産の、スバルを相手に出したとしても、スバルいい車ですけれども、ライバル価格交渉の材料として有効かというとそうではありません。なので欲しいと思っていても欲しいと思っていなくても、 BMW を検討している時にはメルセデス・ベンツも一緒に検討しているんですがというふうに入れ込むことが最重要になります。そしてポイントの3つ目です。いよいよディーラーに行くわけですが、その時の服装です。これは基本の話かもしれませんけれども、買いそうだな、買う可能性があるぞと思わせる服装をしていくのが基本ですね。そしてここで、服なんて好きな服着ていけばいいと思うんですけれども、狙いがですね、なるべく価格交渉を引き出す、
ということですので、ジャージで入店された時のお客様と、きれいめにジャケットを着こなしているお客様、もしくは仕事帰り風にスーツを着ているお客様ということで、ディーラー営業マンの視点に立つと、受ける印象が変わると思うんですね。で、実際営業マンの方に話を聞いてみると、お客様の服装で区別をしないというふうにおっしゃっていますが、これはテンプレートになってて、本当のところはお客様の服装で変わります。ではポイントの4つ目です。いよいよディーラーに乗り込みます。ここからが本番ですね。楽しくなってきました。で、このディーラーに行くタイミングですけれども、まず予約をしないで行きます。予約というのは結構輸入車ですとか、国産だとレクサスとかの店舗に行くときには、特に試乗するときに事前に予約を入れておくっていうのが普通になっていると思いますが、今回この12月の時点で価格交渉前提で車を買うというタイミングで、第1回目ディーラーに訪問するときには予約しないで行きます。そしてできるのであれば平日の夕方ですね、もしくは休日の夕方、少し混んでいない時間帯を狙っていくのがポイントになります。そしてもうこの訪問の時からミッション本番ですけれども、まず入ってですね、営業マンを呼んでもらうわけですね。営業マンを呼んでもらって、もう最初にぶち込みます。12月に車を買い替えたいと、かなり本気で思っていると。なので車の相談をしたいと思ってきましたというふうにもう言っちゃってください。ここでですね、営業マン少し驚くかもしれないですけれども、この言葉を言うことによって営業マンもスイッチが入ります。この客は買うかもしれんと、このお客さんは本気だと、やっぱりそういうふうに思わせることがまず何より大事なんですね。そして案内されて交渉のテーブルに着くわけですけれども、この時に営業マンからではどのような車種グレードを検討されていますかというふうに来るので、すでに考えてあった車種グレードを伝えるわけですね。ここで候補を何種類か用意しておくことの理由が来るわけですけれども、この12月に納車していただくということはですね、本国から船で持ってくるということではなくて、すでに日本国内にあるプールされている在庫車を選ぶことになるわけですね。で、この在庫車についてミッションポイントの1番で言った購入時期12月というのがさらにかかってくるんですけれども、12月はですね、台数登録として増やしたいというのと、営業マンの成績を上げたいというのと、12月から1月をまたいでしまうことによって、その在庫車はですね、年式落ちになってしまうわけですね。そういったポイントが重なってくることによって、何としても12月に売りたいというのがメーカーにも出てくるわけです。そしてここをついて12月にもう買い替えたいということによって、最大の価格交渉力を発揮するということになります。そしてこのプールされている在庫車から自分が候補に出したものをセレクトしてきてくれるわけですけれども、だいたい 2,3 台はヒットすると思います。で、その 2,3 台について具体的な価格をその場で聞いていきます。で、そして出してもらう間にですね、おそらく会話の中で、ちなみに他に検討されている車種はございますかみたいな話が出てくるので、それも事前に検討しておいた、そうですね、メルセデス・ベンツの C クラスとかちょっといいなと思っていて、交渉をしていますと、もしくはレクサスの IS も気になっているんですが来週行く予定ですと、そういう話を入れておくわけです。ただし、こちらのメーカーが本命ですと。で、希望の車種で、在庫の中に、欲しいグレードに合うもの、もしくは近いものがあるのであれば、そっちがいいなと思ってます。またですね、価格もかなり頑張ってくれるのであれば、かなり早めに決めたいとも思っているというふうに、ここでまたダメ押ししておくわけですね。で、そうしている間に見積もりが出てきます。
でここでおそらく時間がですね、夕方から話をして夜になっていると思いますので、お見積もりをいただいたお礼を言ってさっと帰ります。で営業マンには具体的に検討しますとお伝えして、で次にポイントの5番ですけれども、これはケースバイケースになると思います。自分がですね、車を見せたい方がいるかどうかになりますが、例えばご家族ですとかご両親、彼氏彼女さんでもいいと思いますし、会社関係の方でもいいと思います。その方たちをですね、営業マンに合わせておくということになります。でこれをすることによって営業マンに自分が車を買うときに自分以外の意見もちょっと影響があるぞというのを認識させておくことになります。でこれが次のポイントで効果を発揮するわけですね。そしてポイントの6番目です。営業マンの限界を超えてもらう、これです。これが最終ミッションです。そしてこれまでのポイント1から5がここに全てつながってくるんですけれども、営業マンにですね、こういうわけです。自分としては車はもちろん気に入っているし、価格もかなり納得できるところまで近づいてきたと。ただ家族の NG を食らってしまったと。価格が予算より高すぎると、そういうふうに伝えるわけですね。で営業マンに相談するんです。私は買いたいと思っているので、もう一頑張り価格を頑張ってくれないかと、こういうわけです。で時期はですね、もう12月の初めに訪れて、見学したりとか交渉したりということで、12月中旬以降に今なってるわけですね。なので一刻の猶予もありません。ですからそういう時に営業マンはですね、自分だけではなくて、もちろん自分の上司、さらにその上の店長、エリアマネージャークラス、それ以上に相談しなくてはいけなくなります。ここで営業マンの限界を超えてもらうわけですね。で他のメーカーも価格はかなり頑張ってくれているが、自分としてはこの車が買いたいと。なので価格を決めてくれれば自分も決定しますと。で12月納車間に合うように回答を欲しいと。電話で構わないので確認でき次第すぐにお願いしますという連絡を入れます。これでミッション完了です。あとは待つだけです。いやー、車好きですけれども、このやり取りもたまらないですね。はい、ということで輸入車における価格交渉の実体験を含めたポイントについてご紹介してきました。ここで一つ注意というか心構えですけれども、この手を使い切るということはですね、車はやはり買うつもりということですよね。なのでここまで営業マンの方に頑張っていただいたという後に、やっぱりちょっとやめますとか他のメーカーにしますということであれば、それはやっぱり失礼に当たりますので、営業マンがちゃんと仕事をしてくれたことに対しては自分も購入ということで答えてあげたいと。はい、ということで今回もご視聴いただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。では良いカーライフを。